あなたは今の社会に違和感を覚えてはいませんか？遡ること25年前の1997年、韓国ソウルが今回の舞台。また取り逃がしたのか。警察はプライドをズタズタに引き裂かれていました。というのも、たった一人の男をどうしても捕まえられずにいたから。その男とは脱獄犯のシン・チャンウォン。警察は97万人もの捜査員を動員し、当時の韓国史上最高額の懸賞金をかけるほど躍起になっていました。シンはそんな大掛かりな捜査網をくぐり抜け、80件以上の空き巣を繰り返していったんです。被害総額はなんと9900万円。一体なぜ大胆な犯行を犯しながらもシンは捕まらなかったのか。実は彼にはその逃亡を支える仲間がいたんです。それはシンに骨抜きにされた15人もの女性たちだったんです。韓国史上最もモテた脱獄犯シン・チャンウォン。15人もの女性を巻き込みながら逃亡を続けた彼の原動力とシンを突き動かしたのは理不尽な社会への抵抗だったんです。おそす、新宿御苑で一緒にピクニックするような子が一番好きだよ。何回でも言うよ、ケンちゃんです。そのこと言ってたかしら。ホップ、ステップ、アップ、プッ、やみえみこです。本日ご紹介するのはまるでルパンのようなイケメン脱獄犯、シン・チャンウォンについて。彼は警察があと一歩のところまで追い詰めてもなぜか絶対に捕まらないんです。なぜだろう。怖いわね。国民からしたら一歩でも早く捕まえてほしいはずじゃない？怖すぎるわよ。彼がね、良くないことをしたのは大前提だったんですけど、この話を聞いた時に彼は根っからの極悪人ではないんじゃないかなとも思ったんですよね。それではね、シンが一体どういう人物だったのか見ていきたいと思います。超人シン・チャンウォン。遡ること25年前の1997年1月20日、韓国プサン刑務所。刑務所ではいつものように朝の点呼が行われていました。そんな中、一人の職員の顔がみるみる青ざめていきます。おい、シン・チャンウォンがいないぞ。シン・チャンウォンは強盗殺人罪で捕まっていた29歳の男。彼は脱獄するとは思えない模範囚でした。刑務所職員はその従順な態度に完全に油断していたんです。すぐさま捜査は開始され、シンには500万ウォン、日本円にして約50万円の懸賞金がかけられます。しかし、警察がどれだけ死に物狂いで追いかけようとしても決してシンは捕まりませんでした。幾度となく逮捕を逃れる彼の懸賞金はみるみる膨れ上がっていきました。そして最終的にかけられた懸賞金は5000万ウォン。なんとこの懸賞金額は当時の韓国史上最高額でした。懸賞金が10倍になっちゃうってどんだけ取り逃がしてんのよ。中には警察のミスもあったんですけど、それよりもシンがマジでヤバかったんです。人並み外れた俊足で路地を走り抜けるのは鍛えられた細身の体に端正な顔立ちの男。そう、彼がシン・チャンウォンだ。警察との格闘の末、路地へと逃げ込んだシン。すると次の瞬間、シンの背後からけたたましい銃声が聞こえ、耳元を銃弾が経過していく。警察は立て続けに発砲。銃弾がかすったシンの頭からは真っ赤な鮮血が噴き出す。それでもシンは銃弾を避けるためジグザグに走る足を止めず、なんとか山の中に逃げ込んだ。シンは草の上にドサッと倒れ込み、体の傷を確認する。7箇所も撃たれてやがる。1967年、韓国のチョルラプクトでシンは生まれました。最愛の母親は彼が8歳の頃、癌で死亡。父親は酒に溺れ、シンの世話もろくにせず、暴力を振るう日々でした。食べ物もろくに与えられず、飢えに苦しむ日々。空腹に耐えかねたシンはあることを覚えるんです。それは盗み。シンの超人的身体能力は、泥棒をして逃げるために身についたものだったんです。また、シンを犯罪行為に走らせたのは、家庭環境だけではありませんでした。シンは当時、チョルラプクトの小学校に通っていました。その小学校では何かと名目をつけて寄付金を募っていたんです。しかし酒に溺れ、ろくに仕事もしない父を持つシンに寄付などできるはずもありません。するとシンが小学校5年生の時、教師が教壇の前に彼を呼び出します。何ですか？教室に響く平手打ちの音。頬を押さえうつむくシンに教師はこう吐き捨てました。お前は本当に悪い奴だな。金も持ってこないくせに何のために学校に来てるんだ。とっとと出て行け。寄付金だから強制じゃないわよね。それなのにこんな仕打ちなの？そうなんです。教師が多額の寄付金を持ってくる子だけを優遇していたんです。だからシンは学校では浮いた存在でした。学校に俺の居場所なんてないんだ。金もなく学校でも邪険に扱われたシンは中学生になると不登校になり、窃盗グループに入りました。そして15歳になった時、逮捕された彼はとうとう少年院に入ることになるんです。しかしシンは当時から逃げ足が速く、現行犯で捕まるようなヘマをしたわけではありません。ではどうしてシンは少年院送りとなったのか。それはなんと父親がシ
シンを警察に突き出したから。父親はシンが常習的に盗みを働いているのを知っていて、更生させるには少年院に行かせるしかないと考えたんです。ところがシンは少年院についてこう話しています。天国だったと。盗まずとも3食食べることができ、理不尽な暴力を振るってくる大人もいない。皮肉なことに少年院はシンが普段暮らしている環境よりも極めていい環境だったんです。そのためシンは少年院に進んで入りたがるようになり、彼の犯罪はさらにエスカレートしていきました。実はシンにはボクシングの才能があり、犯罪者以外の道へ進むチャンスがなかったわけではないんです。ボクシングジムに通い始めると瞬く間に国体3位の成績を残し、コーチも本気でトレーニングするよう説得していました。しかしシンはそれまでの生き方を変えることができず、相変わらず窃盗グループの仲間とつるむのをやめられなかったんです。生まれた家が違ったらめちゃくちゃすごい人になってたんじゃないこれ。本当にね、子供の頃の環境ってめちゃくちゃ大事だと思うんですよ。そしてこれはね、決して他人事ではなく、今の日本でも言えることなんです。というわけで本日のメトラーキーワード、相対的貧困について。相対的貧困とは国の水準と比較して困窮した状態のことを言います。日本では手取り年収が1人世帯で122万円、4人世帯で244万円以下が基準値。現在の日本では6人に1人が当てはまるとされているんです。最低限の生活はできるため、生活に困っていることが表面化しにくく、支援を受けにくい点が問題となっているんです。子育て世帯が相対的な貧困に陥ると、医療や食事、学習、進学などの面で満足のいく選択ができません。このように縛りのある生活を余儀なくされるがゆえ、意欲の欠如、諦め癖がつくなどの悪影響があると言われているんです。生活が苦しいってだけじゃなくて、諦め癖とか環境によってついちゃうわけね。そうなんです。シンもコーチに世界的な選手になれるとまで言われていたんですが、どうせ俺なんてって思って犯罪者の道から抜け出せなくなっていたんです。そしてついに最悪なことが起こってしまうんです。地獄の始まり。1989年3月28日、シンが22歳の時でした。彼は窃盗グループのメンバーと共に文房具店に忍び込むと、いつものように金目のものを漁ります。すると、おい、誰かいるのか？留守だと思っていた店主が店に顔を出したんです。逃げろ！慌てて出口へ走り出す青年たち。逃がさんぞ！そう叫んだ店主が窃盗グループの一人に掴みかかります。話せよ、じじい！うわー！青年に突き飛ばされた店主は転倒。頭を強く打ち、その場にうずくまります。すっかりヒートアップしてしまった青年は、そのまま馬乗りになって暴行を加え、おい、やめろ！そいつはもう！店主を殺してしまったんです。こうして直接手を出したわけではないシンも共犯として強盗殺人罪に問われることに。彼に下された判決は無期懲役。22歳で無期懲役は長いわね。シンは少年院何度も入っていたんで、刑務所も同じようなものだろうと高をくくっていたんですけど、彼を待っていたのはまさしく生き地獄だったんです。刑務所でシンを待っていたのは訓練と称した拷問でした。囚人たちは刑務所作業の最中、30キロの砂を常に両肩に乗せられ、途中で下ろすことは一切許されませんでした。これにはさすがのシンも力尽き、崩れるように倒れてしまいます。すると一人の職員がシンのそばへ駆け寄り、にやりと笑いました。シンの頭を蹴り上げる刑務所職員。誰が休んでいいっていた？お前が死のうが関係ない。これは国家が認めた正当行為なんだからな。あまりの理不尽さに憎悪を覚え、奥歯を強く噛み締めるシン。こんな奴隷のような扱いを受けながら生きながらえる意味はあるのだろうか。そんな考えが頭をよぎります。しかしシンは絶望に打ちひしがれるだけの男ではありませんでした。ここから彼はあることのために絵に描いたような模範囚を演じ始めるんです。模範囚になったら何かいいことがある？韓国は無期懲役判決を受けても模範囚であれば20年で仮釈放の可能性があるんです。じゃあそれ狙ってたってこと？実は違うんです。奴隷のように扱われる刑務所での日々。そんなある日、シンが木工の刑務所作業をしていた時のこと。ふとしゃがみ込んだ彼は床に落ちていた何か光るものを拾い上げました。次の瞬間にはまた何食わぬ顔で作業を続行するシン。それから4ヶ月後、おい、シンチャンオンがいないぞ！やられた！奴の独房に来てみろ！仲間の職員に促され、シンの独房へ駆けつける刑務所職員。これは、なんと独房の鉄格子には30センチ四方の穴が開けられていたんです。シンいなくなっちゃったの？どうしたの？ヤミオさん、シンが4ヶ月前に拾ったもの覚えてますか？シンが4ヶ月前に拾ったもの、それはノコギリの刃でした。その小さな刃を見たシンはある計画を思いつきます。そこから4ヶ月もの間、彼は1日20分間独房のトイレにこもるようになるんです。シンは来る日も来る日も窓の鉄格子を削り続け、地道に脱獄の準備を進めていきました。そう、彼が模範囚を演じていたのは職員に怪しまれないためのカモフラージュだったんです。しかし鉄格子を切断しても30センチ四方しかない出口をシンが通り抜けるには無理がありました。ではどうやって通り抜けたのでしょうか。なんとシンはこの日のためほとんど
ど何も食べず20キロもの減量を成し遂げていたんです。脱獄のためこれほどまでに過酷な試練を乗り越えてみせたシンをここまで突き動かしたものとは一体何だったのでしょうか。何のために脱獄したのよ。それは後に明らかになるんですけど、なんとここからですね、脱獄したシーンに対して国民の中ではどうか捕まらないでと願う人が増えていってしまうんです。愛と金。約8年にもわたる息苦しい刑務所生活から解放されたシン。彼の逃亡生活はここから2年半にも及びます。警察はシンを取り逃がすたびに警戒態勢を強めていきました。しかしシンが送っていたのは心休まらない日々ではなく、甘い同棲生活でした。夜も静まる中、ロンサン市のとあるバーに男女の笑い声が響いていた。シンはあるホステスと意気投合し、店を変えて飲み直していたのだ。大人の女性と呼ぶには少しあどけなさの残る彼女にふと思いついたようにシンが尋ねる。君はどうしてホステスをやってるんだ？それは、さっきまで明るく笑っていた彼女の顔が曇る。シンはなんとなく事情を察したが、彼女が口を開くのを待った。店に借金があるの。本当は私ホステスなんてやりたくないけど、女が一人で生きていくためには仕方ないよね。女性が話し終えると、僕の名はシン・チャンウォン。実は僕は脱獄犯で逃亡中の身なんだ。もしこんな僕からでもよかったらこれを受け取ってくれないか。シンは重そうなスーツケースをテーブルの上に置いた。スーツケースの中には大量の札束が詰められていた。翌日、シンは女性の借金を全額返済し、彼女は晴れて自由の身に。このように脱獄犯であることを自ら明かすドラマチックな演出と、シンのその優しさに多くの女性が恋に落ちてしまったんです。彼に魅了され、自宅でかくまった女性の数はなんと、15人。女性たちはシンの正体を知りながらも彼と一緒にいたいという一心で彼をかくまっていたんです。しかし脱獄犯で定職についているわけでもないシンがなぜそれほどの大金を持っていたのか。そう、それは富裕層の住宅に侵入し盗みを働いていたから。そのお金を使って女性たちの借金を肩代わりしていたんです。そうやって女性をつなぎ止めてたわけね。そのためだけにシンが大金をつぎ込んでいたわけではないんです。あ、そうなの？この後ね、シンのお金の使い道が判明すると、彼は韓国中で大旋風を巻き起こす。大旋風？シン・チャンウォンシンドローム。シンが脱獄してから1年半経った1998年6月。ソウルの街で警察とカーチェイスを繰り広げていたシン。彼は車を乗り捨てると路地裏に逃げ込みました。逃がすか！すぐにパトカーを降りてシンの後を追う警察官。しかし、くそ、シンちゃんはどこへ行った？警察官は逃げ足の速いシンの姿をすぐに見失ってしまうんです。ただこの時警察官はシンに関するある重要なものを見つけるんです。おい、シンが乗り捨てた車の中にこんなものがあったぞ。そう言いながら駆け寄ってきた仲間の警察官が持っていたのはシンの日記帳。この時日記帳が警察の手に渡ったことでシンの逃亡生活はその様相を一変させていくんです。シンの日記には複数の施設名と何かを示す数字が記されていました。不審に思った警察は該当施設にその日変わったことがなかったか一件一件問い合わせてみたんです。すると驚きの答えが返ってきました。その日は匿名の寄付がありました。そう、シンの日記に書き込まれていた数字、それは施設への振込金額でした。驚くことにシンは逃亡中の身でありながら個人や福祉施設など生活に困窮する人がいる施設に多額の寄付をしていたんです。寄付されるお金は全てシンが盗み出したもの。さらにシンは富裕層以外に盗みを働くことは一度もありませんでした。この事実が国民に知れ渡ると彼の人気に一気に火がつきます。シンは富裕層から盗み出したお金を貧困に苦しむ人に分け与えるまさにヒーローのような存在になっていったんです。盗んだ金寄付してんの？悪いことをしてるのは確かなんですけど、めちゃくちゃ悪人っていうわけでもないなっていうのが根底として。そうね。悪いんですけどね、確かに。そんな気持ちもわからんでもないかも。そんなシーンなんですけど、ついに逃亡生活の終わりが来るんです。終わりの始まり。1999年7月16日。あら、おかしいわね。シンと同棲していた女性はガスコンロの不調に気づきました。シン、ガスコンロの修理を頼んだんだけど、私今日出かけなきゃいけないから、代わりに対応しておいてくれる？オッケー。逃亡中のシンとしては、人と顔を合わすのは避けたいところだったんですが、この日はやむを得ず彼女の頼みを引き受けることに。そしてしばらくすると、こんにちは。ガスコンロの修理に参りました。約束の時間に修理工がやってきました。どうぞ。顔が目立たないようにうつむき加減で修理工を招き入れるシン。何の気なしにシンのマンションに足を踏み入れた修理工でしたが、ふとここで違和感を覚えるんです。この二人は一体どういう関係なんだろう。というのも、シンがいた部屋はガランとして生活感がなく、若い男女が暮らしているようには到底思えなかったから。そんな修理工の疑念など知る由もなく、シンはだるそうな様子でベッドに横たわりました。寝転んだシンの顔をまじまじと見つめる修理工。こいつはまさか。バレちゃったの？
寝てる場合じゃないじゃない。実はシンは数日前に警察と揉み合いになって、その怪我がきっかけで高熱になっていた。この時、シンが暮らしていたのは彼の地元からすぐ近くの場所でした。修理工もこの地域の出身だったため、指名手配されたシンの顔をよく覚えていたのです。脱獄以来、警戒心から地元へは近づかなかったシン。それなのになぜ、この後に及んで地元近くで暮らしていたのか。その理由は、シンがこの時一緒に暮らしていた女性にありました。私はお金を稼ぐために仕方なく出稼ぎに来たの。本当は大好きな故郷で暮らしたい。これを聞いたシンは女性の故郷へと移り住むことに。そして女性の故郷はシンの地元と目と鼻の先だったんです。修理工の通報により、シンは逮捕されることに。こうして907日間にもわたる長い逃亡生活が幕を閉じました。なんだかかわいそうに思えてきちゃった。でもね、僕がシンがすごいなって思ったのはここからなんです。もともと無期懲役の判決を受けていたシンには、脱獄したことで22年6ヶ月の懲役が追加されました。これは韓国では極めて重い懲役刑で、二度と塀の外に出られないことを意味するんです。しかし、そこからのシンの行動には目を見張るものがありました。獄中で猛勉強を重ねたシンは、高卒の認定試験に合格。さらにシンは法律にまでその勉強の範囲を広げていったんです。彼が法律を学んだことには、ある目的がありました。その目的とは、刑務所長たちへの訴訟。なんとシンは自分や周りの囚人たちにひどい扱いをしていた国家と刑務所長を相手取り4件もの訴訟を起こしたんです。結果は見事勝訴。シンの訴えによって刑務所職員たちによる横暴の実態が明らかとなり、囚人たちへの理不尽な暴力や不当な扱いが改められるきっかけとなっていたんです。その後もシンは勉強を続けています。その理由は自分と同じように貧困で苦しみ犯罪を犯してしまう人たちの相談役になるため。シンはそうした人々にしっかりと寄り添えるように、ゆくゆくは心理学の学士号まで取得したいと考えているんです。貧困な家庭に生まれたばかりに社会から虐げられ、刑務所でもゴミのように扱われた。シンはそんな弱い立場の人たちに厳しい世界をどうにかしたいという一心で脱獄を決意したのかもしれません。彼は今も刑務所の中で自分を悪の道へと誘った全てのことと戦い続けているんです。